こんばんは、トミカーの時武です。本日は会社を出てですね、京都府の某所、こちらの会社の方にお邪魔させていただいております。こちらの会社はですね、研究開発を目的とした開発、設計、施策を行っている会社なんですね。それでは早速お邪魔させていただきたいと思います。マスク。こんばんは。はい、改めまして我々トミーカイラがどのような用事でこちらの会社にお邪魔したかといいますと、こちらの製造をお願いしてるんですね。見にくいですかね。アップの写真をこちらの方に入れておきますね。はい、というわけで今日はこのを作ってるところを見せていただけるということで、こちらの会社にお邪魔させていただきましたので、早速会社見学っていうのをねさせていただきたいと思います。はい、というわけでですね、今ちょうど製造していただいているところをですね見せていただいてるんですけども、これって材質は ABS でしたっけ？そうですね、実際に車に搭載する部品ってなると耐候性のちゃんとしている ABS。 耐候性ね、重要ですもんね。ちなみに隣に違う材質 PLA というもので試作を。 PLA、あ、試作の時こんな感じでしたね。黄色いやつ。こっちで形状を確認して OK なら実際の ABS で作るっていう感じです。これがサンプル試作で、こっちが本番っていうやつですね。わざわざこれ今回のためにこれ再現していただいてるってことなんですか？そうですね、撮影していただけるっていうことなんで、ありがとうございます。わざわざこれ作ってもらってるそうなんですね。なるほど。これが CAD 画面になるんですね。これってスキャナーで読み取っていただいたんでしたっけ？それとも自分で一から書いていただいたんでしたっけ？これはリズムの寸法を測って一からデータを作りました。もう自分で測ってもうやっていただいたんですか？そうですね。2次元やったらなんとかついていけるんですけども、3次元になった途端にもう僕はもう全然ダメですね。やっぱお願いしてよかったですね。さて、先ほどの写真でこれが何か分かった人はかなりマニアックですよね。これは K12 型エミスさんのフロントバンパーの付属品の一部であるウィンカーの台座なんですが、販売を開始した当初はパテによる成形品で、正直フィッティングがあまり良くなかったんですよね。おそらく板金屋さんが苦労して装着していただいてたんじゃないかなと思います。諸事情があってしばらくの間フロントバンパー自体をトミーカラーとして販売することができなかったんですが、その後なんとか我々の手元に製造型が戻ってですね、いざ再販できるぞとなった時に、そのパテの成形の抜き方をチェックしてみると、綺麗に成形できるような代物ではなくなってたんですね。そこで我々が思いついたのが、まだ昔の製品が現存しているうちにそれを 3D スキャナーで読み取って3次元データにしてしまって、これくらいの大きさのものであれば、なんとか 3D プリンターで出力できるなということですよね。データを取り込んでしまえば画面上で形状の修正もできるし、新設計のパーツも作ることができると。簡単に言ってしまえば昔のパーツを今の技術で復刻させてるっていうことですね。それをこちらの会社の協力を得て、このパーツだけではなくまた違うパーツも、中には新設計のパーツもという感じに少しずつ進めています。はい、ということで締めの挨拶となるのですが、残念ながら音声が拾えておりませんでしたので、アテレコでお送りさせていただきたいと思います。本日は、ありがとうございました。今回のウィンカー台座の仕上げをぜひよろしくお願いします。今後におきましても、今回のようなトミカラパーツの製造現場にお邪魔させていただきまして、その様子をお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。
みたいなことを言っております。では、ありがとうございました。